はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミィです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、KZ シーンです。新世代のデュアルダイナミックドライバー搭載モデルですね。シーンって名前なのに、見た目はすごくキラキラしてるね。美味しそうな飴細工みたい。そう言われると、そんな気もするわね。チューニングスイッチはありませんけど、ご覧の通り、2つのバージョンがあります。いつもの通り、サウンドチェックや波形比較で、その違いを確認していきます。見た目の綺麗さは力が入っているよね。でも、今回のレビューはいつもより辛口になりそう。ジャックさん、なんだか含みのある言い方ですね。まあね。では、最大の特徴を3つに分けて、順番に見ていきましょう。最初の特徴は、ドライバー構成。10mm クラスの低域用と中高域用という2つの独立したダイナミックドライバーを積んでいるんだ。口径は明記されていませんが、CCA ファルコンが 7mm と 8mm で、並べてみるとそれより大きそうです。同じ 2DD のキャスターのドライバーがちょっとずらして重ねているのに対し、シーンは並列配置になっています。次の特徴は、なんか基板の画像に大きく DSP って書いてあるけど。そう、タイプ C バージョンの付属ケーブルは DAC チップ内蔵で購入時に選べるパターンだね。公式プロモーションでは、この内蔵チップを FPS ゲーミングサウンドカードって明記しています。ゲーム用なの？じゃあ、足音とか銃声がめちゃくちゃ聞こえるやつだ。高まる。360度の空間認識とか正確な低をアピールしているんだわ。内蔵 EQ プリセットはミュージックモードの他にタクティカルバランス、イマーシブゲーミング、バスブーストモードが用意されています。ゲームモード用が半分か。音楽鑑賞用とゲーム用との両立を狙っているのでしょうけど、ちょっと狙い通りにいってないような気がするね。3つ目の特徴は見た目と装着感かな。私は耳の妖精だから何でも合わせられるけど、付け心地はとっても大事。今回のシェルは人間工学に基づいた設計ということだけど、厚みを感じる。下の部分に結構余裕があるのは空間表現とか正確な定位のためなんだろう。ちょっと耳から出っ張るんで寝っ転がると気になるかも。音漏れは気にならなかったよ。フェイスプレートは綺麗ですよね。ただ、過去の KZ の傑作であるキャスターと比べると金属ではなく樹脂素材がメインなので軽くていいんですけど、ちょっと物足りない感はあります。パッと見はいいんだけどね。バンドルケーブルは新開発のデュアルパラレル高純度アルミ箔ケーブルというフラット形状のものが採用されている。ノイズや干渉に強く信号をロスなく伝えるシールド性能を強化したとされていますね。外観や付属品に関しては新しさを演出しつつコストを抑える工夫が随所に見られるパッケージングになっている。ではサウンドチェックです。詳細は後半でご説明いたします。ではどうぞ。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。キャスタープロハーマンターゲットバージョンと比較したんですね。やっぱり基準になり得るかなと思って。最初はキャスタープロを音調整の基準にしてみたんだけど、シーンの質感が実機とかけ離れてしまったんで、シーン、バランスがバージョンを基準にやり直したんだ。キャスタープロが基準の方が低域の比較には良かったんですけど、音域がキンキンしていましたからね。そっか収録音ではさほど感じなかったけど、シーン実機の低域は物足りない感じだったよね。そうなんだよ。ベースバージョンでもちょっと物足りなさを感じたな。
CCA ファルコンのレビューの時と印象が似てると思うんだけど。気になったんでファルコンの波形も重ねてみた。ああ、低域はシーン2バージョンの間に入る感じなんだ。ファルコンでも低域軽いと思ったんだから、シーンバランス度はかなり軽いってことだよね。そう。今度はキャスタープロ2バージョンとも比較してみた。ああ、やっぱり広域側に比べると低域の差は大きいんですね。そうだね。バランスのバージョンは軽すぎるから音楽用なら個人的にはベースバージョンを買うと思う。チューニングスイッチはないけどタイプ C ケーブルを選べば EQ で持ち上げられる？多少は持ち上がる。ああ、ブルーの波形が結構いい感じに見えるね。3.5mm プラグ接続のイエローの波形と重ねるとブルーの波形以外はほぼ同じかさらに下がる感じだわ。やっぱりゲーム用途が半分って感じですよね。確かに。だからなのかこの DAC チップは 48kHz16 ビットの性能しかないみたいだ。PC 接続で M4 って認識されてる。以前レビューした単体で販売されてる KZ-M2 ケーブルだと 384kHz32 ビットの性能なんで聞き比べるとはっきり差が出たよ。ここの表示では T1 って出てるけどこれが M2 なんだ。この時再生した曲が 96kHz のフラッグだったんで表示は 96kHz だけどね。M4 だと音質そのものは悪いとは思わないんだけど空間が平面的で深みがないんだわ。M2 だと深みが違うしスネアの質感もかなり違った。そうなんですね。マイクの性能も M2 とは違うようですし、ここでもコストを抑えてるんですね。ゲームで空間表現って重要なファクターだと思うけど M4 を選ぶより M2 を別売で買った方がいい結果になるってことだよね。スペックと聞き比べの結果からはそうとしか思えないわ。もし 3.5mm プラグ接続で低域のバランスを良くしたければやっぱ EQ 使うしかないのかな。そう思うよ。2つのバージョンをそれぞれ補正してみたけどこれなら音楽用途として結構いい感じになったね。バランスドバージョンは1箇所の補正で中域の減衰部分はほぼ手つかずですね。ドンシャリっぽい感じになった。ベースバージョンと同じにしても面白くないし、そのベースバージョンは 200Hz あたりをこのラインに乗せたかったんで2箇所補正してみた。よく見かけるカーブになってる。タイプ C、M4 ケーブルでもブルーの波形はこのぐらいの低域になってたと思うけど 3.5mm プラグ接続なら DAC チップの性能に左右されることはないし、私はこっちの方がいいなぁと思ったよ。実機視聴の印象は低域を除くカーブはキャスタープロより滑らかでシーンの方が好み。空間がキャスタープロよりやや広めに感じる。構造上内部に余裕があるからなのかも。広域の伸びはシーンの方が鋭くハイハット、シンバル系の改造感は高く感じる。バランスのバージョンはさらに繊細さが増す印象。まとめると音楽用途メインならベースバージョンで別売の M2 ケーブルとの組み合わせか 3.5mm あるいはリケーブルしてバランス接続プラス EQ 補正。ゲーム用途メインならバランスドバージョンでその他の条件はベースバージョンと同じという感じになるな。3000円台の 3.5mm プラグバージョンを買って自分好みの調整ができる方ならキャスタープロとは一味違う空間表現を味わえると思う。それと KZ っぽくないデザインに惹かれた方もいらっしゃるでしょうから買っておいてもいいかもしれませんね。愛はベースバージョンがおすすめです。はい。ということで KZ の 2DD モデルシーンのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。